Okay, exactly. Hey, I'm Hiro. Welcome to my channel. Today I'll be sharing some tips about how to speak English like a native speaker, alright? The key is the consonants, alright? So let's begin. ここからは日本語を話していきたいなと思います。今日のトピックはこれ。英語をネイティブみたいに話すコツということで、今日はね、特に語尾の子音についてね、気をつけてほしいってことをね、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。これがね、できるようになれば、必ずね、皆さんのスピーキング、リスニングのスキル、劇的に上がりますんで、ちょっとチェックしていきましょう。はい、じゃあね、具体的に語尾に子音が来る単語ってどんなのということで、私3つ挙げてますので、ちょっとそれを見ていきたいなと思います。例えばこれ、Brad Pitt の Brad の D ですね。Pitt の T。これ両方子音になってます。で、Kit Kat。キットの T。カットの T。これも両方子音ですね。で、次、TikTok。TIK の K、トックの K。これね、全部語尾が子音で終わってます。で、この発音の際にですね、皆さんに気をつけていただきたいポイントが一つあるんですね。それをちょっとシェアしていきたいと思います。はい。そのね、共通点っていうのがね、こちらになります。語尾の子音はほぼ発音しないっていうことなんですね。で、この子音の中でもね、特にこれ気をつけてほしいのは破裂音ね。PTK と BDG。で、このね、詳しい発音の方法っていうのはね、私動画出してますんで、そちらのチェックしていただけたらいいかなと思うんですけど、ちょっと軽くおさらいしておきますとですね、PTK、P はね、唇で、で、T が前歯の裏のところで息をせき止めておいて、で、K が喉をせき止めておいて、っていう風になります。で、PTK が濁るとどうなるかっていうと、ブ、ドゥ、グ、ブ、ドゥ、グ。口の形はね、全く一緒です。ブ、ドゥ、グ、ブ、ドゥ、グ。OK ですか？で、これを押さえておいていただいて、ちょっと次いきますね。これ。で、先ほどね、ごめんなさい。ちょっともう一個戻るんですけど、語尾の子音っていうのはほぼ発音しないって言ったんですけど、発音はほとんどしないんですけど、ポイントはですね、先ほどの PTK、BDG の、下、唇の形っていうのはですね、必ず、やっていただきたいんですね。はい。じゃあね、先ほどの、破裂系の子音をね、使った、単語っていうのをね、皆さんと一緒に発音していきたいなと思います。じゃあ、行きましょうね。これ、Brad Pitt。Brad Pitt。これ、D も T も、下の形っていうのはちゃんと作ってくださいね。Brad Pitt。ね。で、Brad Pitt。じゃあちょっと私2回発音していくんで、皆さんそれに続けて2回ね、発音してみてください。いきますね。Brad Pitt。もう一回。Brad Pitt。はい。Brad Pitt。はい。Brad Pitt。OK ですか？次行きましょう。Kit Kat。Kit Kat。これ、ちょっと私2回発音していきます。Kit Kat。もう一回。Kit Kat。はい。Kit Kat。はい。Kit Kat。OK ですか？これね、T も、ちゃんとね、下、止めてくださいね。Kit Kat。OK ですか？次に、TikTok。で、これね、いきます。TikTok。で、K は、ここで止めてくださいね。TikTok。OK ですか？ TikTok。はい、もう一回。TikTok。OK ですか？はい、こういう風に、なってますんで、これね、こういう単語が出てきた時に語尾に、D とか T、K 来た時にね、ちょっと気をつけてね、発音してみてください。で、次行きましょう。これね、例文。じゃあちょっと次文でやっていきましょうか。これね、どういうこと ?Hey Hiro, where are you? Hey Hiro, どこにいるんだ？これちょっと今電話してるんですね。Hey Hiro, where are you? で、もう一人でね、僕、こういう風に言ってます。I'm actually at Starbucks right now. 今実はスタバにいるんだよ。ね。で、これちょっとやってみましょうか。Hey Hiro, where are you? I'm actually at Starbucks right now. で、これね、文で見たときに、この破裂系の T ね、どこに来てるかっていうと、Starbucks, right の T ですね。at の T。で、これが強くその発音してないんですね。で、どういう風に発音してるかっていうと、at Starbucks, at Starbucks。ね。で、right now っていうのも、right now, right now。ちょっと皆さん一緒に行きましょう。at Starbucks。はい。at Starbucks。次に、right now。はい。right now。OK ですか？これね、ごめんなさい。ちょっと次のね、スライド作ったんですけど、よくある誤解ということでね、そうか、T 発音しないのかと。じゃあ、もう、スターバックスでええやんっていう風に、もしかしたら思われた方もいるかもしれないですけど、これね、先ほど言ったように、注意点のところでね、発音をしないんだけど、下の形は、必ずキープしておいてねと。なので、これね、一瞬間があるんですね。Starbucks。
at Starbucks。このね、まっていうのがその t の、あまり強くしない、音で、そういう微妙なね、発音しない一瞬が生まれてるんですね。これすごい大事ですよ。で、right now っていうのも、これ、t 発音しないんだったら、right now でええやんと。right now。で、これって、先ほどの、なんか、ルールでいくと、t の形っていうのはキープしとかないといけないですよね。right now。で、一瞬の回ります。right now。right now。で、right now と right now。ちょっと違いますよね。こういう違いがあるんです。で、これをね、やっぱり大事にしてほしいなというふうに思います。カタカナでね、right now じゃなくて right now。で、これができるようになるためにはね、先ほどの、PTK だったり BDG、そういうのが、一個一個ね、押さえておく必要があるんです。で、私、下の方にリンク貼っておきますけども、英語辞書の作り方のね、最初の子音と母音のところだけでもいいんでね、ぜひちょっと読んでみてください。それは必ずね、皆さんの力になります。そして、最後にね、ちょっと前回のちょっと復習で、これね、party っていうので、隠れ H、P と A の間に隠れ H あるよっていうふうに言ったんですけどね、これちょっとなかなか皆さんイメージつきにくいかなと思ったんで、前回の説明を加えさせていただきたいなと思います。で、皆さんね、20歳超えてる人っていうのは、おそらくビール飲まれた方っても結構多いんじゃないかなと思うんですけど、ビール飲んだ後にね、飲みますね。ごくごくごく。プハーって言ってますね。プハー。あれに近いですね。で、ちょっと、ビール飲んだ後にちょっとパーティーって言ってますね。ごくごくごく。パーティー。パーティー。ね。パーティーっていうよりは、この隠れ H のパーティーだと、しっくりくるんですよね。ぜひ、こののイメージで、この PA ちょっとやってみてください。パーティー。はい。じゃあ、この動画がね、参考になるいいなと思ったら、いいねボタンね、してみてください。それの励みになりますし、はい。で、チャンネル登録もね、ぜひしてみてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね、来週もよろしくお願いいたします。じゃあ、この辺で、バイバイ。